今回の産業まとめ。香港のリンゴ、ついに陥落。リンゴ日報を偲ぶ声。世界が怒りとともに報じる。中国政府は香港の反政府系メディアであるリンゴ日報を廃刊に追いやることに成功しました。リンゴ日報は6月24日に最後の新聞を発行しました。ウェブサイトは23日23時59分をもって閉鎖されたようで、現在は別れのメッセージが表示されています。同じネクストメディア系のネクストマガジンとダイエットマガジン、飲食男女も操業を停止しました。先週資産と銀行口座は凍結され、23日にはリンゴ日報の支筆とされる55歳の男性が逮捕されたと報じられています。23日のリンゴ日報には、別れを惜しむ多くのメッセージがオンライン版に掲載されていました。香港のイラストレーターたちのリンゴ日報に思いを寄せた作品が掲載されたり、長年コラムを提供したコラムニストの最後の寄稿が急遽日にちを早めて掲載されました。こうした記事の一部は現在も台湾版リンゴ日報で閲覧することができます。香港の他のメディア、SCMP や民放などもリンゴ日報の終焉を相次いで報じています。米国議会や英国、EU などは報道と言論の自由を抑圧したとして中国政府を一斉に非難しています。日本の各メディアも相次いで関連した内容を報じました。中国の国家保安法によってリンゴ日報が廃刊に追いやられ、香港の言論の自由が抑制され、民主化運動が弱体化したなどと報じています。編集所感。今回の概要。政権批判とメディア。中国が抱える新たなリスク。批判の意味と称賛の無意味さ。私もたまにツイッターを旅するのですが、どなたかが、なぜ日本のメディアはリンゴ日報廃刊を報じないのですか？いつもは言論の自由を叫んでいるのに、なんてツイートしているのを発見し、どのタイミングで関連内容を伝えればよいか考えていました。結局私の場合は廃刊の日になったわけですが、日本の各種メディアも報じていましたね。赤旗オンラインでは一切報じてなかったけど、マスメディアは逐一細かく報道しないだけで、タイミングを見て報じるようです。なので無視しているというわけではないようです。中国政府からすればリンゴ日報は反政府メディアであるわけで、行き過ぎたメディアに対する規制をした結果、というところでしょう。中国版言論の自由、報道の自由は、中国政府が認める範囲内での、という枕言葉がつく曰く付きのもの。それって自由じゃないし。要するに中央政府に対しては一切の批判ができないわけでして、中央に影響の及ばない範囲での地方政府批判は OK というガス抜き機能付き。突然ある言葉が検索できなくなったりとかしますしね。本当に情報統制が普通ではないですね。比較すれば日本は自由ですね。メディアは政府を自由に批判できるし、国営メディアへの批判も当然許されています。保守の人からすれば、いわゆる左翼系メディアは鬱陶しいかもしれませんが、そういうものもあってこその言論の自由だと思いますね。政府がそういうのを潰してしまえば中国と同じですから。一時期政府に批判的なメディアが、政府の圧力を受けているなどと政府を批判しましたが、むしろそれをネタに奮起してほしいですね。ちょっと当時は泣き言を言って同情を買うような姿勢を見せましたが、どうせなら徹底抗戦を宣言すべきだと思いました。その方が視聴者の共感を得られたと思うけど、まあそこは広告収入など商売上の理由がいくつもあるでしょうからとやかく言わないけど、中国政府は平日は毎日のように外交部が定例記者会見を開いて、海外メディアからの質問を多く受けています。これは国内で言論を統制する一方で、開かれた中国を示すためにやっているのだと思います。それだけ外交問題も多いんだけどね。中国はある意味外からの批判に対する抵抗力というか、言い訳能力は増している自信があるんでしょうね。まあ外交部の記者会見を毎日見る中国人なんてほとんどいないだろうけど、そうやって決められたというか、限られた場所で発生する批判には対処できるというわけです。一方で民間でポッと湧き上がる批判には今も怯え続けていて、そうした恐怖が今回のような対処につながったのだと思います。私はこうして中国政府が直接批判を目にする場所が減ることは、中国にとっても損失だと思いますけどね。批判的な情報に接する機会が失われるわけじゃないですか。
そうすればそういった批判への対応能力も育たないし、批判の声も潜在化する。潜在化した不満はいつしか大爆発するわけで、そういった意味ではより中国社会の脆さが増すのではないかと思います。誰しも批判を受けるのは嫌だとは思いますが、それがなければ気づかないことも多いし、成長にもつながらないです。この批判は自分の考えに問題があるのか、反論可能なのか、何をより学ぶべきか、という気づきを与えてくれますからね。なので私はふざけた茶化しみたいなものはいらないですが、真っ当な批判は歓迎です。中国や北朝鮮とは違いますから。各メディアに対してどう思うかというのも人それぞれだと思います。ある人はあるメディアをどう評価するというのも自由で、誰かが価値観を押し付けるものではないと思います。各メディアが提供する情報をどう選別し、どう解釈するかも自由。なのでここでは様々なメディアを引用したり、情報源として参考にしています。むしろ保守層を食いぶちにしようと偏った情報ばかりを提供するメディアの方を警戒しますね。うちもその一つになるのか。タイトルだけ見たとき、アップルが香港から撤退するのかと思ったよ。そっちのアップルじゃないんだよね。別に iPhone は香港でもまだ販売を続けるよ。これ、よく読んでた？実はあんまり見ないんだよね。反対字しかないから、自動翻訳あってもなんかちょっとって感じで敬遠気味だった。そうなんだ。てっきり支持してるのかと思ったよ。SCMP が英語だから、ついついそっちばかりになっちゃうんだよね。SCMP は最近有料記事が多くなってきてちょっと面倒になってきたけど。いろいろ読んでるんだね。これって台湾にもあるって言ってたけど、そっちは潰れないの？今日も平常営業みたいな感じだったしね。台湾法人になってて資本関係が強くないとかそういうことなのかな。銀行口座も台湾にあるだろうし。そうなんだ。じゃあ香港はもう中国寄りのメディアばっかりになったってこと？そういうわけではないけどね。結構リンゴ日報は激しかったから中国政府としては怪げに思っていたんだろうね。他にもあるんだ。また次に狙われたりするんじゃないの？その危険性はあるね。ちょっと心配だよ。香港じゃない中国はどんな感じなの？もちろん批判的なメディアはないよ。っていうか、基本的に特色がほとんどない。じゃあ全部一緒ってこと？なんかある程度決まりがあるらしくて、トップはいつも習近平の同姓なんだよね。なんか気持ち悪いね。で、記事の内容もほとんど同じで、正直どこを読んでも変わらないね。地方紙は多少違うみたいだけど。じゃあ中国人はつまんないだろうね。どうせ政府のホラだからってあんまり信用してないらしいよ。つまんないし。だから中国ではオンラインコミュニティの方が信頼されてるんだよ。中国政府とかメディアってそんな感じなんだ。ちょっと意外。一部の熱心な人以外は冷めてるよ。政府の宣伝と現実が違うことくらい住んでればわかるだろうからね。じゃあテレビのニュースなんかも？そうみたいだね。だから SNS の個人の投稿の方に注目が集まるんだよ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。私は新聞取ってないよ。実家に住んでいた時は地方紙と朝日新聞を取ってたな。うちはいろいろ変えたりしてたから記憶にないけど、地方紙は読んでなかったかな。高校生の時だったかな。天聖人語くらいは読みなさいって父親に言われてた。朝日新聞のね。ああいうのはちらっと見てつまんなかったら無視かな。白雪は新聞を読まない子って家族の中では有名人だったよ。普通の今時っ子じゃないの？あと、大学の時かな。姉がね、新聞読まないならあえらくらい読んだらって言われて定期購読してたよ。ネットばっかり見てて新聞読まない子はおバカって頭のどこかに植え付けられてたから、とりあえず読むことにしたの。あえらって買う人いるんだ。てかあれって誰が読者層なんだろう。あえらを読む私ってなんか頭いい感じじゃんって思って定期購読したんだけど、まだ読んでないのに次々溜まってきてストレスになって半年ほどでこっそりやめた。半年でやめたことを称賛するよ。毎週だからあっという間にすごい量になったんだよ。それですぐにやめられたんだよ。
だからゆるりんは何年もずっと新聞読んでてすごいなって思うよ。でもネットの新聞でもいいんじゃない？新聞は終わりがあるから楽なんだよね。ネットだとトップニュースが変わるし、どこからどこまでが今日の記事かわかんない。あと、一通りいろいろな情報に目を通したいんだよね。今のネットの構成だとそういうのがないから、誰か編集したものをまとめてほしいよ。そういうアプリあるんじゃないの？アプリ探すの面倒そうだし、そもそも今私が知らない時点でダメなんじゃないの？私のマンションでも新聞撮ってる人あまりいないみたいよ。新聞受けに入ってるの見ないし、マンションで資源ゴミの時も新聞の束をあまり見ないよ。紙の時代は終わってきているのかな？新聞社としては地域の販売店や配達員の雇用もあるから難しいんだよ。思い切った改革が打てないの。そういえば、図書館も早くデジタル貸し出ししてほしいな。そしたら電車の中でも図書館の本読めるし。それ、米国では何年も前からやってるけどね。でも日本でも動きがあるみたいよ。いろいろ調整してるみたい。やったー。それは嬉しいな。早くならないかな。あ、新聞は読まないけど、小説は大好きなんだ。結構いろいろ読んでるよね。私は逆に小説全然読まないけど。